どもども最強無敵の復讐者ちゃんですよ。前置きはいい、深き夜出撃だ。標的は安寧者たち。異物構成は更新が入ってるわ。以前はメイン構成の非ダメージ時出血蓄積を避けるためにあまり強くない深層異物を一つ入れていたけど、そこをいい物に変えることができたわ。HP 上昇と気筒強化プラスには言うまでもなく、生カット上昇も安寧者向けね。まああいつらは物理主体だからそこまで有効とは言えないかもだけど。さあ行きましょい。お、ノクラテをね。久々に見た。味方の異物は二人ともハルハル戦技強化型。侵入者バフを全員持ってるのがいいわ。聖域巡りがはかどりまくリング。最初の雑魚を処理して武器あさり。いきなり気筒強化。それに狙われにくい？神引きすぎん？これもう勝ちでしょ。ボロゴヤの方はさすがに外れか。仕方なし。最近はこの辺りスタートだともう初手から行動行っちゃうことも多いわね。でも今回は味方が降りたから下の大境界から行きましょう。その前に上のフィールドボスの確認だけは忘れずに。敵狼ね、だったら次に行動行くとしてもスルーだわ。ノクラテオだろうと石剣あさりはおびやでないんかい。あでも探石1はありがたい。騎士長行動だとちょっと拾いにくいから余計ね。6500ルーンの節約になったやった。人をため強化いいね。ハルモニアはほぼ重装で戦うことになるから最後まで無駄にならないし。最弱ボスランキング1位を即殺して、潜在は外れだったけど味方が気筒強化くれたわ。すべての異常耐性低下付きだからちょっと注意が必要ね。救いの騎手の槍の雨の出血蓄積はレベル15でもギリギリだからね。次は境界行ってから行動かな。この1の大境界地下から向かう際はボスの奥から出ると遠回りになっちゃうわ。入ってきたところから出るのがおすすめよ。聖杯回収して騎士長行動到着。最近の私の騎士長の倒し方。とりあえずスルーしておくまで失踪。こうすれば下に落ちて雑魚に絡まれる心配がないわ。味方が後ろを取れるからガードされずに攻撃できるのもグッド。まあ使えるのは最初に騎士長が奥の方にいる時だけね。橋の真ん中あたりにいたらどうやったって落ちるしそこは諦めが肝心。ここの兵士集団を倒すかどうかはかなり分かれる。私は基本スルーで鉄の目いる時は倒しがちかな。変異体の数にもよるけど、自分が戦闘だと結構倒しづらいしね。みんな盾持ちだから、倒す時でもさっきの騎士長みたいにとりあえず一旦走り抜けて味方に背中を攻撃してもらうのがいいんじゃないかな。そこは変異体黒剣族だから論外ね。上のダイヤ H から行きましょう。武器強化できるし。火の戦車なら違った。矢倉ありの火のダイヤ H、つまりアロレ拠点ね。とりあえず矢が来る前に商人のところへ。火炎壺を2個購入。ついでに他の買い物もして武器強化完了。意外とアロレ来るまで時間あるから焦る必要はないわ。まっすぐ行くと雨に打たれるから少し回り道で行きましょう。ちょうどいいタイミングかな？今回は最悪アーツ切ればいいから安心して登れるわね。ほらくらえ。よしちゃんと死んだわね。この手に限る。たまーに落ちてもダメージ一切食らわないことあるのよねなぜか。あとはもう一体をみんなでボコボコにしましょう。変異体でもアロレの方は一撃だからお得感あるわね。落とすのさえうまくいけば美味しい拠点だわ。狙われにくい出たわね。攻撃連続時カットアップ付きだからレディさんに渡した方がいいか。あれ？拾わない？もう持ってることもないみたいね。私優先で取らないようにしてくれてるのかな？だったら私の顧問をこれに変えましょうか。数値は高いほど安定するはずだしね。一応ピン刺しておきましょう。さてすぐ下は黒剣族だから、その東のフィールドボスかな。獅子の根種なら問題なし。悪くないんだけど、ここはパッシブで、武器枠は埋まってるし顧問機等強化をアンコモンに変えるだけよりはいいと判断。追跡者さんはこっち小塚場の方行ってたのね。横の聖火寺村行きたかったけど合流が優先。危ない。神は油断するとすぐ持っていかれるわ。セバスチャンタゲ取って。オッケー。焦って救助が一番ダメね。味方がいるならいいけど一人の時はとにかく慎重に。カバは
変異体ね。通常個体だといつやっても苦戦することはないけど変異体だと結構体力多く感じるわ。こいつは。変異体は恐るべきではないボスだとかなり強化具合がバラバラみたいね。ラコだと HP が 1.8 倍から2倍、恐るべき強敵だと 1.15 倍から 1.2 倍、と幅が狭いのに対して、通常ボスは HP1.4 倍 1.9 倍とボスの種類によって大きく違うらしいわね。神攻略位置情報。具体的にどの敵の HP が倍率高くてどの敵が少ないのかは知らないけど、でも普通に考えたらもともと HP が低いボスを強化倍率高くするわよね。さすがに通常ボスダントツで HP 多い王族の勇気とかは倍率低めなのかな。回復なしで戦うことがないから王族の勇気の体力感覚がいまいちわかってないのよね。ウィキ見るまで HP 多いことも知らなかったし。お買い物タイム。HP 最大時カットアップついてるツバイヘンダー売ってるじゃない。これは買い。最近はもうラインナップ見るだけで一部二重はわかるようになってきたわね。みんなもそうだと思うけど。歪んだ斧、太陽の都の盾、獣門の黄金盾、食門の大盾とか見た瞬間もう手が勝手にポチってるわ。あと覚えてるのは HP 最大時攻撃上昇のラージレザーシールドと冷たい潤みぐらいかな。全部パターン覚えればもっと購入スピード上がるんだろうけどそこまではなかなかね。さてのくら手を出しこの円だと収縮は北西確定ね。どこ行くか。行動北のウーハイの赤狼。いやここは先にローレッタやっちゃう？まだ時間あるし行けるでしょ。人を強化2体も集まってるし。今更だけどレベル6か。あんまり瀕死が出るようだと厳しくなるかも。まあ無理そうでも途中で撤退すればいいわね。最悪2日目のくら手を道中で枯れるし。絶対判断が遅すぎて回復できずに1日目夜突入だけは避けないと。その場合ならむしろ死んで全開でスルーラがいいか。でも救助されずに死にたいことを味方に伝えるのってなかなか難しいのよね。明らかに無理な状況じゃないとやっぱみんな救助を最優先にしてくれるからね。ありがたいことだけど、クイックスピン連打とかだとむしろ助けてって言ってるようにも見えるし、無難に収縮地にピン刺すとかかなやっぱ。地図上だとピン連打はできないから伝わってくれるかは味方次第だけど。さて収縮始まっちゃったわね。残り半分弱はちょっとまずいか？ SP も切れちゃったし。ここは成功切るしかないか。まあ今回は村ありだし後で爆買いできるわ。なんとかいけたわ。時間的には余裕だってあの祈祷協会いいじゃない。もう2体はほぼ万全ね。欲を言えば HP 最大時カットアップをコモンからグレードアップしたいぐらい。時間あるし雑魚狩り魔法この、やめ。悔しい。こんなチビア人ごときにやられるなんて。しかも今別に状態異常関係なく普通にダメージで死んでたわね。マジ？こちとら安寧者のつかみでも耐えきる HP 爆盛り復讐者ちゃんよ。チビア人に対する評価を改めないといけないわね。で1日目夜、レディーさんいつの間にか私が捨てた顧問の狙われにくいハルバードを拾ってるわね。これで2人が狙われにくいモテてるからひとまず安心。成功も恵んでもらったし苦戦する余地もなし。ぬくもりで体力回復しとこ。デーモンズだったけど余裕のノーダメージフィニッシュよ。もちろん鱗底の腰。そういえばこの前初めて鱗底の方を先に倒したわ。震度5でって意味ね。2日目にどれくらいで隕石阻止できるのか見たかったんだけど、追跡者さんがアーツできっちり阻止してくれたからわからずしまいね。火力も高かったからすぐ倒しちゃったし。というかあれって本当にアーツ以外で阻止できるの？ダメージで阻止だと思ってたんだけど、昔ソロでやった時ダメ重装3発入れてダメだったのよね。これだけ削って阻止できないのならダメージは関係ないのかしら。いつか動画でもやってたと思うけど最初は耐性値だと思ってため攻撃してて、それでも全然阻止できなかったのを覚えてるんだけど。結局どうなんだろ。謎が深まる。また有識者いないかな。そういや前回動画でもためになる情報いっぱいもらってたんだったわ。まず再域罪人の湧き方について。湧く場所の決まり方は踏むエリア以外条件が色々あってかなり複雑らしいわね。各エリアの滞在時間や味方が拠点内にいるかいないかとかも関わってくるとのこと。真偽はわからないけどそういうことなら確かにソロで湧き方が全く異なるのも納得できるわね。活用法は、さらにわからなくなったわ。
やっぱ野良マルチだと故障での罪人釣り出しは難しいのかな。他にも色々ためになる情報をもらったわ。梶村の村タイプなら商人側から入ると近くに湧く、奥に湧いた時は正面の左から2番目の家に上で待機。などなど。まだちょっと試せてないけど参考にさせてもらうわ。あと常世仮後の地面爆発。これアプデで空中でも当たるようになったんですって。全然知らなかった、というか見逃してたわ。しかも結構前かららしいわね。前回で知れてほんとよかったわ。早速試そうと思ったけど今週は常世仮後いなかった。また今度ね、ついでに調べたいこともあるし。さて出撃の方だけど2日目開始で村直行。今回は探石には不要だから黄金樹の運調と成功をありったけ。デメリット効果なしの狙われにくいが売ってたから持ってたやつと交換したけど別にいらなかったかも。最大 HP-4% を捨てるために1万ルーン払うのは議論が必要ね。村で買い物の後は聖域巡り。ラッキーなことに2カ所とも村のすぐ横。これならの倉手をあるとしても当然倒していくわ。火力も十分で瞬殺。戦技強化をどうぞ。もう1カ所も即殺。こっちは全外れ。さてやることも終えたしの倉手を向かいましょうか。栄翔速度プラスにはありだけど、迷ったらパッシブ。武器は一応両2体で埋まってるのもあるしね。さすがに今回は古文の祈祷強化と交換するのが最善だった気もするけど。ここから黒木刃へのルート、私は霊脈を使ってるわ。最近はみんなこっちよね。ずっと前に霊脈なしとどっちが早いか調べたはずなんだけど動画どっか行っちゃった。結論は、ほぼ同じ、だったはず。あ、ほぼ同じなのは霊脈ルートとこの柵から行くルートね。門を通るルートはちょっと遅かったはず。ユニーク降臨が降臨したけど安寧者には不要。ここの書とかジャンプ、左寄りに行くとめちゃくちゃ簡単なの知ったのは結構最近。以前はそのまままっすぐジャンプする方法しか知らなかったからたまに死んでた。まっすぐだと結構ギリギリなのよね。0秒土を処理して洗剤にありつく。レアピ東京化したこれ。古文と交換ね。しかも謎にありとゲレイピア二刀流が完成したわ。FP 温存したいならこれで腐敗発症させちゃうのありね。また祈祷強化出た。倍率はわずかに低いけどさすがに古文の祈祷ため強化と交換。また物理攻撃上昇うまうま。下の王族の勇気。いつもは普通に回復なんだけど、直近のノクラテオの時回復してたらバジリスクのブレスで死んだから今回は重装でやってみる。バジリスクは仕留めれたわね。でも勇気への削りは4分の1程度。ここの勇気は回復なら7割ぐらいは持っていけたはずだしやっぱ回復の方がいいかな。何よりひるみ取れるかどうかが大きすぎるわね。バジリスクのブレスはもう諦めよ。強靭度の次に役に立ってるか分かりづらいパッシブ耐性崩し上昇を取っていざ暗黒の落とし子線へ。ここで取っておきやっちゃおうかな。アリとゲレイピア二刀流でまず腐敗発症させてあげるわ。ようやく発症した。これ絶対最初から重装で殴ってた方がダメージ効率良かったわよね。重装で当てていると戦う際は顔面密着通称。遠目からタメで当てようとしても腕に吸われてダメージ減衰されるわ。密着拒否の攻撃が多いからなかなか攻撃チャンスは少ないけどね。暗黒の落とし子は属性より物理が通りやすいから重装は適性あるんだけど、攻撃できない時間のこと考えると実際には遠くから降臨とか撃ってる方が DPS 高くなるような気がする。図体でかいから当てやすいしね。アステールの帰り道は味方の武器チェックの時間。狙われにくいはもう2人持ってるし、ここは追跡者さんが持ってるレアの HP 最大時カットアップ付き溶岩刀をコピーしてもらいに行きましょうか。黒木刃を即殺して最大 FP 上昇。お、狙われにくいのレアね。ありがとう、これで2人ともマイナス12だから万全。コピー待機中。お、来た来た。さすがわかってる味方だわ。で私も同じのをコピー。ここ最初の頃はコピーした武器そのまま落とす方法わかんなくてわざわざ手持ちに2つコピーして落として拾い直すとかしてたわ。ただ落としたい武器をそのまま選択するだけでよかったなんてね。
魔術祈祷強化ついてるけどもう手持ちはいっぱい。スタミナ回復速度でも上げときましょう。この時間なら友人兵も余裕ね。変異体といえど。ここ最後に回すときは意外と無理して雨の中でもいけちゃうイメージがあるわ。レベルも武器も大抵仕上がってるからだろうね。わずか15秒で瞬殺。両方とも詠唱速度プラス2。さすがに祈祷強化1個これに変えときましょうか。歩き狂い火もいらないことだし。アリトゲレイピア2本もそうだけど何気に黒王剣と白王剣揃ってるじゃない。この2本を二刀流にできないのバグでしょ。今からでも特別に二刀流できるようになってもいいぐらい名前のポテンシャルはあるわ。ひな当然のごとく用当たり始めるまでは黒王の体験は体験だと思っていたわ。さてデーモンプリンス。復讐者ちゃん、アリトゲ2頭行きます。とりあえずこれで腐敗発症させてから重装に切り替えましょう。アステイルはレイピア当てづらかっただけ。こいつならすぐ発症させられるはずよ。全然発症しないんですけど。衝撃波あるから一旦重装。すでに3割も削れてるんですけど。絶対最初から重装でよかったんですけど。でも今更やめられないんですけど。蓄積させた分がもったいないんですけど。もしかして二刀流って状態異常蓄積弱い？そういえば本編ではナーフされてたけど、ナーフ後基準になってるのかしら。二刀流することがなさすぎて気にしたこともなかったわね。マジで発症しないんですけど。すでに20発は入れてるんですけど。私のラッシュが弱い？もっと間髪入れず攻撃しないとダメ？さすがにそろそろ発症するや。やばい。二人瀕死。フィナーレ来た、これなら。でもデーモン危ないから気をつけて。ナイス。味方2人落ちでも落ち着いてる。いい救助だったわ。さすがにアリトゲはもういいか？素直に重装撃った方がいいわよね。でもアリトゲやめられないんだけどマジで。チャンス、今度こそ発症させるから。入ったー。だから何？と言われれば、何も言い返せないんだけどね。もう今後二度とアリトゲ二刀流を使うことはないでしょう。ありがとう、アリトゲは1本でいいです。いや重装でいいです。いい子は真似をしないようにしてね。ともあれデーモンの王子撃破。2人瀕死になった時は負けを覚悟したわ。レディーさん様々ね。スタミナ回復と最大スタミナはどっちがいいんだ？わからんまま選択。3日目。レアの狙われにくい2つにレアの HP 最大時カットアップ。タリスマンも強いし成功のかけらも潤沢。救いの機種でもさすがにこれは楽勝かな？とりあえず前座。適当にファミリーを取りにしましょう。あやばい歌舞伎。いててて。さすがに周り見なさすぎ。成功たくさんあるとは言っても無駄に食らうのはダメだわ。あとあなただけね。これは立ち上がったらローリング。これも。私は近接もできる女ということよ。救いの機種ね。狙われにくいマイナス12があれば怖くないわ。さあ親の顔より見た全力後ろ疾走から始めていきましょう。ターゲットは当然追跡者さん。パリー狙いのようだけどマルチでのパリーは難しい。決まることは当てにしないで慎重に攻撃しましょう。とりあえず1体。火力は十分ね。2人のシシル衣類が強いわ。順調順調。1回目の合体ね。ちょっとマップ端で位置が悪いかも。ターゲットされる追跡者さんがどっちに行くか見ておかないと。これはちょっと逃げ場がないわね。一旦ガードで受けるか。いや距離回避できそう？無理そうかほら。調子乗ったー。普通にガードしてるだけでいいのに。ともかく追跡者さんと離れましょう。レディーさんがまだ同じところにいるのが不安だけど。後派は遅めジャンプ。攻撃判定自体は後派のかなり後ろの方にあるからね。こっちの地面衝撃波も同じだけど。後派のスピードに惑わされて早めにジャンプしちゃうと引っかかりがちだわ。とりあえず何事もなくやり過ごせたわね。
いつもヘイト取ってくれる人には感謝の念が絶えないわ。私ができることはこれぐらいね。成功が切れることもまあないでしょう。光量助かる。狙われにくいわ。白王の剣ね。追跡者さんが落ちた時すぐ捨てれるように覚えておかないと。あ、せっかくパリー決まったのに重装でキャンセルしちゃった。もう少しタイミング遅らせた方がいいか。順調順調。あ、それはまずい。相変わらず異常な跳躍力。あ、追跡者さんが。一撃だしここはすぐ起こす。危な。奥から来てるの見えなかったわ。またそれ。ナイス。空中でも叩き落とせるのね。ひとまず立て直せたか。一人で削り切るレディさんの火力に助けられたわ。2回目の合体。またマップ端気味だけど今回は大丈夫でしょう。距離もあるし何よりハルモニアに向かって左にスペースがあるのが重要。最初の槍振らせは大体向かって右側に向かって撃ってくるからね。レディさんがまた追跡者さんの近くにいるのが不安。あれが美しき兄弟愛？あ、こっちに抜けてきたわね。これで安心。あとは追跡者さんが耐え抜いてくれることを祈るのに。あ、とりあえず狙われ捨てるか。レディさんが捨てなさそうなの確認してからぽい。出血がな。なんでそんなピンポイントで咲くのよ。一応ピン刺しとかないと。味方へ意図を伝えるのもあるけど後で拾う時に見失っちゃうからね。さてここからどうするか。合体時に瀕死になると体は大抵敵の近く。安全に救助したいなら次の合体まで待つのもありだけど。レディさんは救助に行ったわね。位置的に敵集団よりちょっと離れてそうだし大丈夫っぽい。そっちは任せたわ。救助ナイス。よし、とりあえず狙われにくい拾いに行きましょう。あったあそこね。これでとりあえず元の状態。合流前にこいつは仕留めときましょ。レディさん狙われにくい持ってるのに？あ、救助でヘイト稼いだからか。まあレディさんが落ちる分には問題なし。よしようやく合流できた。あれ使った？ナイス。あ、レディさんのフィナーレが発動してるわ。どうしよう。もう切れそうだけど一発だけ入れとくか。当たらなかった。私の重装、不要。ヒヤッとさせられたけどもう5ヒヤ。なんで？狙われにくいあるのに？攻撃も当ててすらないんだけど？レディさん救助したから？フィナーレ前のヘイト値がずっと維持されてたのかしら。にしても1ゲージ救助だけでレアの狙われにくいマイナス12が相殺されるものなの？あれ死んだわね。アーツで起こすか。いや今は危険。合体をやり過ごしてからにするわ。とりあえず槍の姉は OK。次の攻撃がどっち狙いかが問題だけど。蛇行突進でレディさん狙い。やばいかも。この距離ならジャンプに合わせる。あれ？あ、ターゲット消えた時はジャンプしないんだったわねそういえば。これなら後波かわすだけで OK。よし味方のところへ。まだ微妙に集まりきってないか。これ殴り間に合う？レディさんは起こせたけど追跡者さんの方は、今からアーツ切るのももったいないし。よしギリギリセーフ。ここでアーツ温存できたのは大はにゃ？アーツ温存できませんでした丸。だわね、距離帯は効いてない。あっぶな。アーツの効果中でよかった。命拾いしたわ。と今聖杯がぐのに。ちょっと乱戦になりすぎてるわね。一旦様子見。次の合体を待ってから立て直すのがいいかな。やばい。このジャンプ連撃はターゲット仕留めきっても止まらない。はわわわわわ。異常な追尾力も相まって即全滅まである危険度ナンバー1攻撃ね。アーツは今使ったばっかりだししばらくは一人で戦うしかない。アーツ貯めるためには重装より近接攻撃の方がいいか？とりあえずこれで合体待ちね。そろそろなはず。3回目の合体以降は時間で形態変化になるからね。確か1分だったかな？本当はダッシュ付きを重装カウンターで削る方がいいのだけど、
重装カウンターは完璧ではないのよね。とりあえず合体まで来た。味方はまだ集まれてないし救助は次の分裂時ね。合体時の最優先事項はマップ中央に位置取りすること。というより正確には後ろにスペースを作ることね。後ろが壁だと蛇行突進避けの難易度が爆上がりするわ。セバスチャン出したらそっちに攻撃行くかなと思って召喚しちゃったけどこれは握手ね。タゲ取ってもどうせ長くは持たないし攻撃途中でのタゲ変更はむしろ困る。ガード前提でオトメロリ。これが槍の雨よけの基本ね。安全に行くなら基本ガードのみでいいんだけどね。ロリ回避したい場合も一応あって、3回目の槍の雨の領域にいるとき。最後の槍の雨をガードで受けると次の攻撃避けるスタミナが回復しきれない場合があるからね。蛇行突進前にドア。近づきすぎた。ガードしててよかった。ターン後の蛇行突進はちょうど最後のジャンプの位置をキープ。今回は、ちょっと最初に前に出過ぎてたわね。危うくジャンプ前に接触するところだったわ。最近もうずっと狙われにくい持って楽させてもらってるからね。そのツケが回ってきたのかもしれない。ここなら多分食らわないよね。よし大丈夫みたい。話少し戻るけど、ダッシュ付き重装カウンターが完璧ではない、という話題。これは何回も救いの機種と戦ってる人なら多分身に覚えがあると思うんだけど、ダッシュしてる分裂個体は絶対ダッシュ付きをするわけではないのよね。あ、ここ味方聖杯切れてるっぽいから回復すべきだったわ。ごく稀にダッシュから他の攻撃してくることがある。一出撃に1回あるかないかぐらいの頻度だけどねって話してたら来た。これがそのパターンね。これのせいでダッシュ付き重装カウンターは安心してできないのよ。一応今まで被弾したことはないんだけど万が一を考えるとね。今までの私が見たパターンではいつそうなるのか、どの攻撃になるか、とかも全く法則が見出せてないのよ。5連回転切りだったりめった切りだったり今みたいな発光連撃だったり、つかみにも移行するの見たことあるわ。やっぱり完全ランダムなのかな。ダッシュ付きに重装合わせられないとなるとかなり攻撃タイミングが減るのよね。体感 95% 以上は普通にダッシュ付きだから多少のリスクは承知で重装カウンター決める方がいい？最近は、とりあえずアーツ溜まってていざという時に緊急回避できる時だけ重装カウンターするようにしてるわ。もしより安全を求めるなら栄翔時カット率上昇とか持っていくべき？自由の可能性もあるけどね。実際今まで被弾したことはないだ。合体移行時の間欠点を忘れてたわ。焦るといつもこう。っていうか1やばいかも。一旦アーツ。ジャンプ先行回避のために切ったけど結果的に不要だったわね。とんでもなく位置が最悪。槍の雨はいいとしてこの後どうなっても地獄。アーツ使わないとレディーさんが死んでたのなら使ってよかったかも。救助活動のせいでどこにタゲ向くかわからなかったけど追跡者さんね。彼の尊い犠牲のおかげでマップ端だったけどなんとか生き残れたわ。直線突進は、私狙いなのかな？これなら距離取れば大丈夫そうね。直線突進で最も危険なのは最後のジャンプ先行。しっかりタゲに向かってジャンプ。それも絶妙な距離を飛んでくるから密着するか距離取るかの判断が難しいわね。2連攻破中に結構前進することも考慮しておかないと距離を見誤るわ。さて一人になってしまったわ。以前もこんな状況あったわね。アーツもないし救助は絶望的。次の合体まで待つのもリスク。一人で仕留め切るしかないわね。幸い残り HP は非常に少ないわ。重装2発、いや1発でもいけるかも。焦らずいつも通りやりましょう。ただし重装カウンターはなし、アーツで緊急回避できないからね。何かの間違いで重装が光ったりすることもあるかもしれないし、確実で安全な隙に攻撃入れましょう。ここは、一旦スルーで、いけそうだったけど普段は攻撃しないところだしね。ここも攻撃入れない。その攻撃も同じく、なんでこんな時に限って。来た。これでとどめじゃー。やったー。イェイ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 。ふぅ、最後一発で削り切れてよかったわ。見返すと明らかにもっと早く攻撃できるタイミングあったけどね。まあ勝てたからいいでしょう。ありがとう二人とも、またいつかリムベルドで。それにしても、レアの狙われにくい二つあって、火力も十分あって、ここまで苦戦するものか。確かに普通に勝つ時でも大体1回2回は瀕死発生するしね。やっぱり救いの機種ハルモニアは未だに屈指の難敵であるのは間違いないわ。さて引き続き最強無敵の復讐者ちゃんよ。
もう一戦いっちゃうわ。標的はまたしても安寧者たち。異物構成も同じよ。奇変はなしの通常リムベルド。味方は鉄の目さんと追跡者さん。鉄の目さんは毒強化の試験で安い。追跡者さんは1春のスタンダード強化型かな。まずは小砦で決勝人たちをボコ。レベル2で変異体でも基本瞬殺できるから当たりね。ちょっと潜在取れません。お、でもいきなり HP 最大時カットアップだから許してあげましょう。変異体黒き刃を倒して祈祷強化付きの番犬体験ゲット。隣の最域遺跡で守備翼罪人2人を撃破。潜在は外れ。味方用の戦技強化ぐらいね。中央砦にて重装を1段階強化。行動いけてないのだけちょっとあれ。まあ今回は村あるから最悪そこで単石に買えばいいわね。標的安寧者たちの時は重装強化はマスト。3日目もそうだけど血の君主対策にもなるしね。防具は物理の通りいいから。魔術師等寄ったら味方が神タリスマン落としてくれた。嬉しい。祈祷強化パッシブも出て5万越。そのまま最南、湖へとダブル境界巡礼。変動済ませた後はお花燃やしタイム。黒煙の儀式はためない方が強い、らしい。お、狙われにくい来た。まあ当然私が拾うべきね。夜あたり可愛さランキング1位だしね。実際秘めたる自覚は多少持っておいた方がいいわ。自分がまず拾わないと味方が狙われにくい拾ってくれないことが多いからね。さっきの出撃みたいに。ほんと秘めすぎて困ってしまうわ。そして次は行動ね。このパーティーだと味方はもうレア武器手にしてるだろうからこれは私のための行動攻略ね多分。気の利くオリマーだわ。狙われにくい2つ目。しかも魔術祈祷強化ついてたわ。これ取ってさっきのは譲りましょ。収縮は南西端。いい拠点がないわね。行くなら南の霊気遺跡ぐらいかな。先行して一人で戦闘開始。怖いから早めにアーツ切っときましょう。あばば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 ば。あのブレスって対流するんだ。知らなかった。凍傷睡眠毒腐敗だけど私は元気です。出てよかった節の更新。さてちょっと遅れてしまったけど1日目夜。前座はトガビト。ならボスはデーモンズね。さあ来ました。HP バーにご注目。白熱のデーモンズダービー開催よ。傷ついたデーモンは私と鉄の目さん2人が担当。うろ底の方は追跡者さん1人。にもかかわらず削るスピードはほぼ互角。おっとここで復讐者ちゃん FP 切れ。追跡者サイド有利か？頑張れ傷つい、負けるなうろ底。やばい。向こうの一発の火力でかすぎ。なんとか先に倒せた。まあ追跡者さんも多分ギリギリで手を止めるつもりだったでしょ。わかんないけど。2日目はすぐ近くの老獅子から。レアの狙われにくい出たけど。状態異常耐性低下がくせ者。復讐者だと合体ハルモニアの槍の雨は出血蓄積超ギリギリなのよね。ちょっとでも下がるとガードしてても出血しちゃうから今回はパス。そして南西から中央砦まで大移動。ほんと南西からだと移動が不便なのが困りものだわ。地下の接ぎ木の貴公子を撃破。真珠誘引は悪くないけどハルモニアには微妙か。鉄の目さんが落とした青琥珀の方にしておきましょ。中庭の老獅子を倒したらレアの火ダメージカットアップ。これを捨てるなんてとんでもない。なんか普通に死んだ。鉄の目さんいると基本マーキングでゴリ押しできるからつい油断してしまうわ。城壁上は終わったし残りは屋上だけね。この方向からなら、あれね。ソロ練習で最終的に成功率9割を叩き出した私の華麗なる屋上書とか、その卓越した技術を皆様にお披露目してあげるわ。よし成功ね。間の部分は後で編集でカットしておきましょう。
まあ結局一番早く屋上に到着してるわけだし、どちらかといえばギリ成功と言えなくもなくもなくもないんじゃないかしら。とりあえずフリーガードは瞬殺して、重装だと黄金の剣法で跳ね返されないのがいいわ。多分跳ね返されないと思ってるんだけど合ってるよね。この前グノスター方向時に重装跳ね返されてびっくりしちゃった。まあこの反射はダメージ食らうやつじゃないだろうからまた別かもだけど。っていうか方向にあんな反射効果あったんだ。でも今まで一切気づかなかったなんてことある？これだけ戦ってきて。炎系気筒は反射されない。とかかな。釣りガの後は流釣りガ。武器はいらないな。出血攻撃上昇は1日目夜もう取ったのよね。効果重複しなかったような気がするけどもしかしたらするかもしれないし取っとくか。あとはローレッタ倒して。黒危険の剣ぶっ倒したら終わりかにゃ？お、レアの狙われにくい来た。しかも栄翔時カット率上昇もいい。重装カウンターがより安全になるわ。最後にアジン女王も倒せて本当に終了。いいの出た。そしてデーモンプリンス戦。こいつも血の君主と同じく物理が通る。ほんと重装って優秀だわ。ビームクルー、でもこの位置は。ですよねー。円外行かれるとほんと困るわ。あれ2連でそれ？どっちにしろ円外じゃない。ほんと君さ。こういうのがあるから夜ボス戦闘開始時に雨の日ダメアップしてる癖つけないとね。他のボスでも最悪円外行かないといけないことあるし。踊り子とか血の君主とか。でもそれするとたまに捨てた武器を拾うの忘れて3日目行っちゃうことあるのよね。ナイトレインは今からでもぜひリマインダー機能を実装して、リマインダー機能があれば村に行く前に祝福でルーン使っちゃうこともなくなるはず。多分、未だにやっちゃうの私だけ？いやそんなことないよね。また外行ったよこいつ。それやられるたびに聖杯1本使わされるの厄介だわ。まあでも無事討伐完了。これなら物理カット一択ね。18% はでかすぎ。3日目あれは、さまよう祝福。ドロップしてたのね。私がもらっておくわ。アーツの性質的に当然ね。でもさまよう祝福はポーチ枠を一つ潰すから、場合によっては味方に譲った方がいい時もあるのかも。FP あまり使わないビルドの守護者さんとかだったらもう渡しちゃって良さそう。実際のところ3ゲージ蘇生力は守護者の方が上だからね。こっちはアーツの範囲が広いメリットはあるけど、一番大きな差は守護者アーツは蘇生だけならゲージ全消費しないという点ね。75% 消費で蘇生できるのは強い。それに基本的に遠距離職に比べて近接はゲージ溜めやすいしね。狙われやすいとかガード時ゲージ蓄積とかつけてればすぐアーツ使えるようになるんじゃないかな。私が守護者を最強キャラだと勝手に考える理由の一つね。まあ最強と入ってもあくまで理論上の話だけどね。実際にポテンシャルを引き出すのは一番難しいキャラだとも思うわ。単純に言ってもほぼ全部の攻撃にガードすべきか回避すべきか知っておかないといけないものね。いろんな盾の属性カットも覚えておかないといけなかったり。絶対大変だと思う。こんなこと守護者出撃回数1桁の私が話すことではないわね。気を取り直してラスボスに行きましょう。前座は32倍速。当然のごとくまた救いの機種。最近やたら救いの機種率高いなぁと思ってたけど、ウィキ見る限り震度5なら常世は全部 50% で決まってるみたいね。でもそれで言うとハルモニア自体は他よりも結構確率高いらしいのよね。夜の王は DLC 含めて10体いるけど全員打倒確率なわけじゃないらしいのよ。知らなかった。大体は 10% だけど、マリスが 5%、ナメレスが 7%、ハルモニアが 16%、ストラゲスが 11% らしいわ。そう言われると確かに標的安寧者たちは多い気がするし、標的兆しはやたら少ないような気もするかも。DLC デーが高いのは、まあ一応まだ通過直後だからってことかな。そのうち下がって他と確率変わらなくなったりするかもね。ナメレスが低いのもわかる。単純に常世版がないからね。ストラゲスがハルモニアに比べて低いのも同じ理由でしょう。マリスが確率低いのは、一体なぜ？雰囲気だから？まあ確かに常世マリスは戦い方が限定されるからあんまり何回も来られるとあれかもしれない。そういう配慮があったのかしら。そこが理由だとすれば割を食ってるのは通常マリスさんね。常世の巻き添えで確率半分に減らされてるのには涙が止まらない。っていうか確率とかどうやって調べてるのかしら。
あそこまで詳細な値が出てるってことは集計によるものではないのだろうけど。あ、まずい。狙われ役の追跡者さんがやられちゃった。忘れてるかもだけど今一応強敵との戦闘中よ。まさか全然画面見てない人はいないよね。さてどうしよう。今回の狙われにくいは私がマイナス12で鉄の目さんがマイナス9。差があるからこのまま持ってても一応アクティブ減るとは思うけど、安定取るなら捨てた方がいいわよね。ここは私が捨てましょう。1ゲージなら私が引きつけてる間に鉄の目さんが救助してくれるはず。位置関係的にもこれが最善でしょ。よしナイス。救助できたなら拾い直しましょう。日々、失踪回避。まあローリングでいいんだけど、ノーロックで周り見ながら避けたい時はこっちのがおすすめ。ちゃんと狙われにくいの効果は効いてるわね。鉄の目さんが救助でヘイト稼いだから2体アクティブになってるみたいだけど、しばらくしたら戻るはず。よし、これでどうかな？理想状態に戻ったわね。よかったよかった。このパターンに入ればもう恐れるものは鳴り穴音聞こえた。本当に、それが一番怖いんだって。何かの間違いで2体同時にこの攻撃してきた時はそれはもう地獄絵図よ。まあそんなのそうそうないから、普通に戦ってる分には全然大丈夫だけどね。また来た。これは最後思い切って中心に飛び込むのがいいわね。味方狙いだとちょっと難しいけど。ようやく2回目の合体か。救いの機種はやっぱり時間かかるわ。たとえ火力がバカ高かったとしても結局やることはかっこ撃破だからね。リスクを負って合体中に攻撃なんて野良マルチではとてもできないし、やはり常に油断できない相手なのは間違いないわ。今回は無事全員生存。あって聖杯飲まなくても私が回復してあげるのに。よしよししっかりパターン入ってるわ。あ、仕留め切る前に飛ばれた。ナイス着地狩り。鉄の目さんが狙われている。ということはアクティブが2体になったということね。ほら来た。でも両方追跡者さん狙い？これはちょっと危なそう。2体とも HP 多いし。あ、ここは圧の切りどころね。1ゲージといえど、分裂時にダウンしたぐにゃ。あれ今私ひるまなかった？パッシブで強靭度上げてたかな。ヒルミとダメージが釣り合わなすぎて違和感だわ。まずい。2体同時のジャンプ連撃。それ反則。ゴジバ。どうやってかわせっつーのよ。でも今のも思い切って密着前ロリだったわね振り返ると。ここで痛恨のミス。なぜか狙われにくいを落とす。死んでるのは追跡者さんじゃないからむしろ持っとくべきなのに。ダブルジャンプ連撃の衝撃で混乱してる模様。今のところアクティブ増えてないようだけど。あ。ここはコールドは2体目捨てた？完全に見逃してたわ。一旦距離。一人になってしまったわね。アースはさっき使ったばっかりだしまだまだたまらない。2ゲージ救助は分裂状態では厳しいし。いやセバスチャンならいけるか？死の騎士検証データ危険からするとセバスチャン出してもアクティブは増えない可能性は高い。私が殴らずセバスに救助させれば途中でタグ変更も起きないよね。でもそれやるならなおさら狙われにくい持っとくべきだったし。なんで捨てたのよほんと。どっちにしろ今更敵いる向こうに戻るのもリスクだし、このまま時計回りで1体ずつ処理していきましょうか。一人でいるなら狙われにくいあるかどうかは関係ないしね。ジャスト回避おいしい。それいっぱいやってくれたら削るより先にアースが溜まりそうね。ダッシュ機重装カウンターの欠点のところで一つ言い忘れたことがあったわ。あれって結局姿勢低くして避けてるだけだから。地形によってはタイミング合ってても普通に食らうのよね。多分向こうが低くてこっちが高い場合に起こるのかな？高低差にも気を配っておかないといけないわけね。まあこのダッシュ機に限った話じゃないけど。
やっぱり指定酒はどうしても多少のリスクは覚悟しておくべきね。さてようやく3回目の合体まで来た。これをやり過ごして2人を救助しましょう。でもよく考えたら削ってリスクある合体させるより、分裂状態で温めきっちゃう方がよくね。思ったより早く温まりそうだったしそっちが正解だったかも。神ジェスト回避での蓄積分を計算に入れてなかったわ。まあ私なら合体形態も無被弾余裕だし、これでもいいでしょ。でもちょっと位置が悪い。マップ端すぎる。直線突進。とりあえず逃げる。なんか当たらなかった。いや待ってこの位置は。やばい。全滅そうだわ。さまよう低く持ってたんだった。この蛇行突進は意地でもかわす。この距離なら大丈夫。ちょうどジャンプ直前のところに位置取りできたわね。とりあえずこれで立て直しはできるでしょう。さっき死んだ場面を振り返ってみましょうか。槍の雨を3回目のところで受けるのもまず握手。前にも言ったように3回目をガードで受けちゃうとその後の攻撃をかわすスタミナが足りなくなるわ。今回は回避できたからよかったけど、直線突進も後ろに距離回避できなそうな時はちゃんと右疾走で避ける方がいいわね。マップ端で焦りまくってたのが手に取るようにわかるプレイングだわ。案の定最後のジャンプ先行に対する距離調整まで頭が回りきらずに死亡。知識としては頭に入れてても実際に実戦の場でそれを発揮できるかどうかはまた別問題ね。さて判定はとりあえずこのくらいにして残りやりきっちゃいましょう。味方も全回復できてるし、ちゃんと狙われにくいも拾い直したわ。救助のせいでタグが私に来てたけどそれも戻った。これで万全ね。ギリギリ分裂中に仕留めきれなかったわ。まあでもこれなら大丈夫でしょう。味方も全員生きてるし。最初から距離も取れてるしさっきみたいなことにはならないはずね。この HP なら最後の花咲かせの時に近づいて削り切っちゃうのもありだけど、一回それやろうとしたら死んで大恥かいたことあるのよね。私はいつも通りの逃げムーブで行かせてもらうわ。まあ大丈夫大丈夫。蛇行突進さえ終わらせてくれればあとは消化試合よ。おっと鉄の目さんは削り切りに行ったわね。ナイスー。よくやってくれたわ。イエイ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 。いやはや。今回もしっかり苦戦させられたわね。ちゃんと狙われにくいも2つ揃えていたのに。狙われがない時どう戦ってたか思い出せないわもう。ともかくありがとう2人とも。またリムベルドで会いましょい。さて反省会の時間。死んだ味方を5人して狙われにくい落としたのは言うまでもないとして。やっぱ合体形態の攻撃よね問題は。連動がちょっと、足りてない？まあ確かに出現してからもう4ヶ月経ってるしね。ソロ練習なんてその時以来やってないし、そろそろ一回行ってくるべきなのかも。ソロだけに。最近ハルモニアはほとんど狙われにくいでひねらせてもらってるから、多分そのせいでマルチしてるだけでは腕前が上がらないのよね。同じことはグラディウスやナメレスにも言えるわね。降臨で戦うことが多いから。明日はソロ練習しようって毎回思うんだけど結局マルチ出撃しちゃう私。あと合体形態じゃなくて分裂形態に関しても。振り返ってみて思ったのは、味方人数が変化した時が非常に危険だということね。瀕死や救助で人数が減ったり増えたりした後、一人が2体以上に集中攻撃されることがかなりあるわね。人数変化が出た際は一旦攻撃の手を緩め、周りを見て警戒を強めるのがいいのかも。そういう観点からだとやっぱファミリー召喚はちょっと怖いかな。死の騎士検証の時に救いハルモニアでもセバス召喚でアクティブ減らすことができるという情報をもらったけども、セバスも長くは持たないことを考えるとノラマルチでは人数変化でイレギュラーが起こる方がリスク大きいかも。試してないから断言はできないけど、こんなところかな。では今回も長時間のご視聴感謝。また見てね。